こんばんは、トモスターの谷口です。今日からですね、この講座では Visual Studio Code というエディターソフトについてですね、ご紹介していきたいと思います。最近ですね、非常に人気のあるエディターソフトで名前をご存知の方も多いかなと思うんですけれども、基本的にプログラミングにですね、特化したエディターソフトと言われるものです。で、エディターソフトって、例えば Windows にはメモ帳というエディターソフトがですね、最初から搭載されているんですけれども、メモ帳でですね、プログラミングを学習するのはかなり困難なんですね。で、別でですね、エディターソフトを入れるっていう方がほとんどで、前まではその秀丸というエディターソフトとか、桜エディターとかですね、そういったエディターソフトというのが人気がありました。で、Mac の場合だと耳かきエディットというものとかですね、そういったものがあったんですけれども、何年か前にですね、こちらサブライムテキストというエディターソフトが登場したんですが、ここからですね、そのエディターソフトに革命が起こったんですね。このサブライムがですね、いろいろなその便利な機能っていうのを搭載してきていて、今までになかったような操作性を実現してくれたんですけれども、それでこのサブライムの人気がぐっと上がりました。で、ライバルとなるですね、エディターソフトがいくつか出てきたわけなんですけれども、その中でですね、いくつか人気が出てきたのが、まず GitHub が開発したこちら Atom というエディターソフトですね。それから Adobe が開発したこちらの Brackets というエディターソフト。そして Microsoft が開発したこちらの Visual Studio Code ですね。こういったものが、いわゆるモダンテキストエディターとかって言われていまして、プログラミングにですね、適したエディターとして人気があります。あとですね、そのエンジニアさんのそのブログとかを見ていると出てくるエディターソフトとしてこちら Vim というエディターですとか、こちらの Emacs というエディターとかですね、こういったものを推しているエンジニアさんとかもいらっしゃる場合があります。で、これらのエディターソフトはですね、まず相当昔からあるエディターソフトなんですね。私たちがこの Windows とか MacOS X みたいな、マウスで使えるような時代ではなかった時に、Vim とかこの Emacs っていうのを使ってるっていう感じだったんですけれども、その頃からですね、エンジニアをやっている、今、40代から50代ぐらいのエンジニアさんですかね、とかが、愛用して、そのまま愛用し続けているという方。で、さらにそういった方から伝承されて、今も若い方たちで使ってるみたいなことは多いんですね。で、あとはもう一つはそのサーバーのですね、管理とかに使うときに、こちらの Vim とかを使うということがあるので、今も使われているわけなんですけれども、正直ですね、これからプログラミングを学習したいとか、今ですね、使いやすいエディターを探そうみたいな方が、Vim とか Emacs を今から、選ぶというのはちょっとなかなか考えにくいかなという感じがするので、この今のモダンエディターですね。この中から、特に今一番人気がある Visual Studio Code、こちらを選ぶのは、いい選択肢なんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、早速使っていきましょう。こちら Visual Studio Code のですね、公式サイトに行きまして、こちらの無料でダウンロードするボタンをクリックします。はい。で、環境に合わせたダウンロードボタンがあるので、そちらをクリックしていただくと、セットアッププログラムがダウンロードできます。さあ、じゃあ早速セットアップをしていきましょう。こちらですね。で、まずですね、規約が出てくるので同意しまして、内容を確認してですね、で、次へボタンをクリックします。で、インストール先ですね、選んで OK ですね。そして、スタートメニューへの登録ですね。これも次へを押しましょう。はい。そしてですね、ここなんですけれども、追加タスクの選択ですね。ここで、ぜひですね、その他にある、これとこれですね。この3つのチェックぜひつけてあげてください。で、そうするとですね、非常に便利な機能が使えます。はい。なので、これチェックつけていただいて、次へボタンですね。で、あとは、最後、確認して、インストールボタンをクリックしましょう。はい。では、これでセットアップできましたので、こちらですね、Visual Studio Code を実行するということで、完了ボタンをクリックします。はい。これで起動しました。で、もしかしたらですね、ちょっとそのウィンドウの見栄えとかが違うかもしれません。色が違ったりですとかっていうのはあるかもしれないんですけど、私がですね、この動画を撮影するにあたって、まっさらのですね、Windows ではない状態でセットアップしたように、ちょっとですね、設定とかが残ってしまっているかもしれないんですけれども、ちょっとの違いは、そのまま許容していただいて大丈夫です。とにかくこういった形でエディターが起動したら、これで Visual Studio Code が使えるようになります。で、ただですね、見ていただくとわかる通り、こちら今インターフェースが英語なんですね。
で、英語のまま使っても、支障ないよという方は全然問題ないんですけれども、ちょっと英語苦手だぞという方はこちら日本語に直していきたいと思います。若干ですね、めんどくさいんですけれども、こちら左側にですね、ツールバーみたいのがあるんですけれども、これの一番下ですね、エクステンションズ、拡張機能ということなんですけれども、こちらクリックしましょう。はい。で、ここにですね、Search Extensions とあるので、ここに Japanese と入れていきます。で、そうするとですね、こちら Japanese Language Pack for Visual Studio Code というのがあるので、これですね、ここに緑色のインストールというボタンがあるので、これをクリックしましょう。で、インストールが終わるとですね、こちら、リスタートしましょうと出ますので、リスタート Now をクリックします。で、これで再起動すると日本語のインターフェースになりますね。かなり自然な日本語の翻訳になっているので、このまま使っていただいていいかなと思います。はい。では、ちょっとですね、使い始める前に設定を見ていきましょうかね。ファイルメニューから、こちら、基本設定ですね。で、設定というところに行きます。これがですね、設定メニューになります。かなりですね、いろいろな細かい設定が行えて、自分の肌に合うようなですね、エディターに仕上げることができるんですけれども、私はですね、基本的にはあんまり設定変更しないで使っていますね。唯一変更するのはフォントサイズのところですね。標準が14ピクセルなんですけれども、もうちょっと大きめにした方が見やすいかもしれません。で、私の場合はですね、こちら動画に、収めるにあたってちょっと文字サイズ大きい方がいるので、26ぐらいにしちゃいますけれども、皆さんは好きなサイズにしていただいて結構です。で、あとはですね、本当にいろいろなものがずっとありまして、で、ここで選んでいくこともできますね。なので、ざっと見ていただいてですね、自分が好みがあったらそれを変更していただいてもいいですし、基本的には変更しなくても十分使いやすくなっているかなという感じです。はい。ここで設定を変更していきますね。で、もう一個がですね、こちら同じくファイルメニュー基本設定の中にあります。こちらですね、配色テーマというものをクリックしていきましょう。はい。で、Visual Studio Code ですね。起動した直後はこういう暗めの画面になっています。で、こういうのが好きな方はもうそのまま使っていただいていいんですけれども、実はですね、他にもいろいろな色がありまして、例えばこちら、モノカイという色を選ぶとこういう感じですかね。もうちょっと淡い感じになりましたかね。で、基本設定の配色テーマ。あと、こんな Tomorrow Night Blue ですね。こんなブルーの見た目になったりですとか。で、僕はですね、意外とちょっと明るめのものが好きなんですよね。なので配色テーマで、私はですね、こちらのソラライズドライトっていうのにしているんですけれども、これクリックすると、ちょっと目に優しい感じの、明るめのですね、テーマになっていたりします。これももう本当にですね、その人の好みによりますので、お好きな色でいいかと思います。こういった形でですね、変更を加えていくということになります。で、じゃあ、ここからですね、エディターとしてどういう風に使っていくのかなんですけれども、実際にはですね、簡単に、普通のエディターとして使うことができます。ちょっと秀丸とか使っている方は、ここにツールバーみたいのがあったかと思うので、それがなくなって全部メニューから辿らないといけないのがちょっと不便に感じるかもしれないんですが、実はですね、Visual Studio Code に限らずなんですが、最近のボタンエディターは、ここにキーボードのショートカットがかなり細かく設定されているんですね。で、さらにこちら基本設定のキーボードショートカットというところを選んでいただくと、全部の設定を見ることができます。で、さらにですね、こちら Visual Studio Code のサイトに行きまして、Docs ですね。こちらキーボードショートカットリファレンスシートというのがですね、こちらの Docs のちょっと下の方にスクロールしたところにあるので、これクリックしていただくと、で、Windows ですね。Mac の方は Mac ですかね。はい。こういうですね、PDF が展開されているんですけれども、こちらですね、ダウンロードして、印刷をですね、していただくと、より便利に使えるかなと思います。で、あとですね、有志の方がですね、こちら、キータの方に Visual Studio Code の、先ほどのですね、こちらのチートシートってやつを日本語訳したものも配布してくれているので、はい。こういったものもですね、日本語苦手だぞという方は使っていただくといいかもしれません。で、このですね、キーボードのショートカットもやっぱりいくつか選んで、覚えていくとですね、非常に便利に使うことができます。じゃあちょっとやってみましょう。ではまず新しいファイルを作っていきますね。こちら、コントロールと N ですね。Mac の方はコマンド N ですね。これで新しいファイルを作ることができます。はい。で、ここで、
コントロール S もしくはコマンド S ですね。これで、ファイルを保存することができます。で、新しいファイルの場合は名前がついていないので、名前をつけて保存になりますね。じゃあこれでデスクトップのところを開いていきまして、例えばじゃあここでは index.html というですね、HTML ファイルを作ってみましょう。ファイルの種類のところですね、HTML にすることもできるんですが、拡張子まで入力した場合は、ここは変更しなくて結構です。保存ボタンをクリックしましょう。はい。で、そうするとですね、こちら、index.html という形で保存ができます。で、例えばここに doc タイプ入れていきましょうということですね。doc タイプ HTML で HTML と打っていきますと、こうですね。わかりますでしょうか。今、こうして、まず、こちらの小なり記号ですね、を打ち込みますと、こうですね、ht って打ちますと、ここにヘルプが出てきますよね。これも後で、また紹介するインテリセンスというですね、機能が働きまして、今から打ちたいのはこれですかという候補をですね、どんどん出してくれます。で、さらに、ここで、HTML というタグですよということで、大なり記号を入れると、自動的にこちらの閉じタグがですね、入ってくるという形です。はい。で、さらに、エメットってご存知ですかね。こちら、HTML と書いて、コロンの5って打ちまして、で、タブキーを打ちます。こうですね。で、そうすると、エメットという機能が働きまして、HTML のですね、タグが入っていくということもできます。例えば H1 と打ってタブキーを押すと H1 タグですね。で、UL の大なり記号の li のかける5ってやると UL タグの中に li タグが5個入るというようなのが、エメットというもので、エメットについてはですね、ちょっとまた別で講座を作ろうかなと思いますので、今日は省略しますけれども、ビジュアルスタジオコードは標準でエメットも使えますよということです。はい。こんな感じでですね、HTML を作ったり CSS を作ったりはもちろんなんですけれども、最近ですと、Python のですね、プログラミング言語の開発ですとか、Go 言語とか、それからタイプスクリプトですね。そういったものに使っている方も非常に多いです。はい。で、これでですね、ファイルを保存しまして、一度ちょっと Visual Studio Code を閉じましょう。はい。で、こうですね。で、そうするとですね、こちら今デスクトップに HTML のファイルができているんですけれども、これ、もう一度 Visual Studio Code で開きたいと思ったときどうするかなんですが、実はですね、さっきセットアップするときにチェックをつけた部分ありますよね。あれがですね、チェックがついていると、ここ右クリックしたときに、ここですね、Open with Code、もしくはコードで開くっていうですね、メニューになっているかと思いますので、これクリックしていただくと、これですね、Visual Studio Code で簡単に開くことができます。はい。で、他にもですね、いろんな開き方がありまして、例えばこちらですね、PowerShell ですね、Windows の PowerShell というのを起動した状態で、ここでコードっていう風に打ち込んで、エンターすると、はい。これでも Visual Studio Code を開くことができます。で、例えばさらにここで CD デスクトップとしてデスクトップに移動しまして、で、コードでさっき作った index.html ですね。これでエンターすると、こうですね、index.html のファイルを伴って開くことができるというような形で、これ、いわゆるコマンドラインを使って、Visual Studio Code をですね、起動することもできるということです。で、さらにまだありましてですね、例えばここデスクトップを右クリックしたとき、ここにも Open with Code というのがあるんですね。これどこでも出ます。例えばこちらでダウンロードというところですね、を、見た状態で右クリックしても Open with Code 出てきますね。それから例えば何かのフォルダですね。これを右クリックしたときにも Open with Code が出てくるんですね。で、このファイルを選ばない状態で、フォルダとかでこの Open with Code を選ぶと何が起こるかと言いますと、これはですね、フォルダを開いてですね、このように開く、Visual Studio Code を立ち上げることができます。で、そうするとですね、例えば今これって index.html ここに見えてますが、これってこのファイルを指してるんですね。で、これクリックしてあげると、ここで開くことができますし、実はですね、ここで上にちょこっとアイコンが出てますけれども、新しいファイルをクリックします。ちょっとこの辺を見ていただきたいんですけれども、ポチッ。で、style.css 書くと、こうですね。このようにファイルが増えると。ここの部分とですね、こちらの実際のフォルダの中身っていうのがリンクしてるんですね。なので、今度はじゃあこちらで作っていきましょうか。こうして、readme.text。
こうですね、readme.txt が出来上がっています。このようにですね、こちらの、エクスプローラーと言うんですけれども、ここでファイルの管理が簡単に行えるので、例えばフォルダがですね、見えない状態であっても、ここでフォルダの操作などを行うことができるということです。はい。どうでしょうかね。もうこの時点でも結構便利だなと思っていただけるかもしれないんですけれども、実はVisual Studio Code当然ながら他にもいっぱい機能があるんですね。このことで全部を紹介することはできないんですけれども、便利な機能ですね。この後紹介していければと思いますので、もしよろしければですね、チャンネル登録していただいて、次回以降もご覧いただければ幸いです。あと、スラックでですね、プログラミングを学習している方向けのコミュニティというのを、無料でですね、運営しております。今回の Visual Studio Code のですね、感想ですとか、あとは質問とかですね、そういったものも投稿していただけますので、ぜひこちらもご参加いただければと思います。概要欄の方にですね、いろいろリンク貼ってますので、それらをご覧いただいて、Twitter のフォローとかもですね、もしよろしければぜひお願いします。ということで、こちら、連載始めていきますので、一緒に頑張っていきましょう。本日もご視聴ありがとうございました。